旅。こんにちは、あおです。今日もあ旅始まりました。今週1都道府県目。現在私は北海道の豊富町を走っております。はい、で今日はですね、その豊富温泉から猿払の方に向かって走っています。ね、これから冠水道道って言われるね、道が冠水してしまう湿地帯の中にある道道を通って餌ぬか線に行きたいと思います。で餌ぬか線もですね、いつも通る大きい方の餌ぬか線じゃなくて、オフローダーしか行かないような餌ぬか線をね通っていきたいなと思います。今日はね結構マイナーな道走るので、あんまりね動画とかに出てこないような北海道をお見せできるんじゃないかなと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。あ旅。はい、ということでね、今走っているのが豊富浜頓別線と言われる道道84号線ですね。ここからね冠水道道と呼ばれる道道732号線に入っていきます。実はですね、昨日雨が降ってたので、こんな感じにねちょっと道路にまだ水が残ってるんですよね。なので行けるかどうかがちょっとわからないんですけど、とりあえずね行ってみたいと思います。看板が出てきました。このね青缶を左に行ったところが732号線です。さて通れるでしょうか。一応通行止めにはなってなさそうですね。よし、じゃあ行ってみましょう。この先16キロ砂利道。はい、じゃあ行きます。そう、北海道ってね道道って書いてあってもずーっと砂利道ってとこってあるんですよ。だからね Google マップとかで道道だから大丈夫と思っていくとえらい目にあったりします。でもこの道はフラットですごい走りやすいですね。もうほんと舗装路と変わらない感覚で走れます。すごい、これ全部湿地帯なんですね、横ね。すごいな。北海道の湿地帯といえばね釧路湿原とかがね有名なんですけど、それでもねこんな真横ギリギリは走れなかったと思うので、そういう点ではこう珍しい道ではありますね。気持ちいいな。天気もいいし、こういう林道を森林浴がてらのんびり走るのもいいですよね。直線道路気持ちいい。この水たまりを踏みたくないので避けながら走ります。この雨上がりの森の匂いっていいですよね。マイナスイオンが溢れてるっていうか、すごいなんか安らぐ香りがします。わ、すごい。何これ、沼？池？こんな道のすぐ脇にこんな大きい池あるの？いやーすごいね。本当水が溜まりやすいんですね。ここよく見るとねこう道の脇がね川になってるんですよね。いやーすごいな。めっちゃ綺麗この道。よそ見して走ってね川にポチャンとかしたら大変なので、この先も気をつけて走ります。さっきまでね湿地帯の横を走ってたかなと思ったら、今度は木がだんだん増えてきて普通の林道みたいになりました。すごい表情豊かですねこの道。私732号線好きかもしれない。すごい走りやすいし交通量もないし走ってて気持ちがいいですね。面白いの見つけました。こちら推進表、路面より30から140センチまであります。ってことはここまで水が来るかもしれないってこと？もう完全に線路埋まりますよねこれ。すごいね。そうじゃなくても30センチですでにねタイヤ半分ぐらいは行きますもんね。私ねオーストラリアに2年ぐらい住んでたことがあるんですけど、オーストラリアもね冠水する道っていうのがちょこちょこあって、ほんとひどい時はねこう川みたいになってたんですよね。だからここもそうなるかもしれないっていうことですよね。わー、いやすごいな。で冠水してる時はこれがピカピカなってきっと通行止めになるんでしょうね。さすが冠水道路、こういうのがちゃんと
用意されてるんですね。お、ここで終わりかな。舗装路に変わりました。はい、砂利道はここで終わりみたいですね。いや、楽しかったです。景色綺麗でしたしね。結構好きでしたよ。面白かった。で、これをまっすぐ通って猿払の餌ぬか線に向かいます。見えてきました。こちらの標識、右を行くと王道有名な餌ぬか線、左へ行くともう一つの餌ぬか線になります。まずはね、右の王道の餌ぬか線から行ってみましょう。餌ぬか線です。さっきからバイクとか車がめっちゃいっぱい通ってますね。綺麗だもんね。じゃあここちょこっとだけ走ったので、この辺で U ターンしてもう一つの餌ぬか線行ってみましょう。なんと秘宝です。イースタ360を落としました。めっちゃ傷入ってる。ショック。めっちゃ外装もボロボロになっちゃって、ショック。傷だもんね、汚れじゃないもんね。裏はね綺麗なので、この裏面で撮りたいと思います。はい、ということでね、さっきの十字路に戻ってきました。さっきはね右に曲がって餌ぬか線行ったんですけど、今度はねこれを、さっきで言ったら左に曲がる感じですかね、直進してもう一つの餌ぬか線に行きたいと思います。もう一つの餌ぬか線はダートです。景色めっちゃ綺麗。海がねすっごい綺麗なんです。うわー、すごいでね、これね下が白くなってるの分かりますか？これね貝殻が敷き詰められてるんです。すっごい綺麗。いや、天気もいいしね、景色最高なんですけど、これカメラ気づいてるから映ってないんだろうな。この道ね 2,3 年前に走った霧で、今がね最後まで行けるのかちょっと分かんないんですけど、とりあえず最後まで行ってみたいと思います。暴風林を抜けたらまた海、めっちゃ綺麗です。いや、前からも後ろからも来なくて貸し切りですね。もうこっちに行ってる車の跡があるな。こっちも行けるのかな。行けないですね道はないです。戻りましょう。こっからねちょっと広めの道になりました。これぐらい幅があれば車も来れるかな、普通に。ただ水たまりがすごいですね。よいしょ。しかもなぜか左側ばっかり水たまりがあるっていう。この辺からねだんだん山道砂地になってきました。砂滑るんですよね。さっきからね白い貝殻でしょ、砂利、砂地っていう風にね、もうどんどん道も変化してってるので、すごい楽しいですね。おー、すごい大きい水たまり。よっよっ。これはいけるのか、私。いけたこれはこっちかな。いけたすごい楽しいね。水たまり避けて走るの結構好きです。面白い。よいしょ。なんか綱渡りみたいでこれはどう行こうかな。ダメだった、入っちゃったはい、ということでですね、餌ぬか線でした。いやー、732号線もね、餌ぬか線もめちゃくちゃ楽しかったですね。どっちもね近いのでまとめていけると思います。で、この近くにですねもう一本獣間内林道っていうのがあるので、オフローダーでね北海道のオフロードを走りに来たよっていう方はね3本まとめて行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで私はこれから函館に向かいます。函館もね北海道の林道の中ではねもうトップクラスに景色がいいところなので、もうめちゃくちゃ楽しみです。函館の動画はねまた次回お送りします。では今回の青旅はこの辺で
面白かったよと思っていただけた方はね、コメントもぜひお待ちしております。ではまた次回の旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。